皆さん。今日はフィンランドのヘルシンキに来ました。ヘルシンキへようこそ。19世紀にはロシアがフィンランドを征服した。ロシアが首都をヘルシンキにした後、彼らは新たに2つの教会を建てる計画を始めた。1つ目はこの次に行くヘルシンキ大聖堂。2つ目はこのウスペンスキ大聖堂。ヘルシンキ大聖堂はルター派の教会である一方、この教会は正教会に属している。そのためか、ドームの形状と赤レンガの外観はロシアの建築による影響を受けているのはわかるね。ウスペンスキー大聖堂は1868年に完成したフィンランド最大の正教会の教会。ビザンティンロシア建築様式を基調としており、赤レンガの外壁と13個の金色のドームが目を引く壮麗な建物です。これらのドームは正教会における象徴であり、12個の小さなドームはイエス・キリストの12人の使徒を表し、中央の大きなドームはイエス・キリストを象徴しています。内部は豪華なイコンや装飾が施され、特に大規模なイコノスタシスが印象的です。内部は非常に荘厳で、伝統的な正教会の装飾が施されています。多くのイコンはロシアや他の正教会の国々から送られたものだそうです。十字架の下の部分の意味わかる？わかんない。何？下の部分は足を置くところだった。そうなの？より長く苦しむためにちょっとだけ足を置けるようにしてた。で、なんで斜めってわかる？わかんない。ジーザスの左足の方が長かったからだよ。そうなの？いや、それは嘘。実はジーザスが十字架に貼り付けられた時、左と右には2人の泥棒も貼り付けられてた。で、ジーザスの右側は反省してた。で、左側は反省してなかった。だから反省してる人の方は天国行きで、反省してない方は地獄に落ちたってことだよ。それも嘘？いや、それは正しい。せめて僕はそう聞いたことがある。ヘルシンキ大聖堂は1830年から1852年にかけて建設されたルター派の大聖堂です。新古典主義建築で建てられており、白い外壁と緑色のドームが特徴です。この建築様式は古代ギリシャやローマの建築に触発されています。四方に並ぶ小さなドームと中央にそびえる大きなドームは遠くからでもよく見え、ヘルシンキの景観の中心をなしています。外観の壮大さに対して内部は非常にシンプルで落ち着いたデザインです。これはルター派の教会に見られる特徴で、華美な装飾を控え、礼拝や瞑想に集中できる空間となっています。内部には宗教改革を推進したマーティン・ルターの像や荘厳な音色を奏でるオルガンが設置されています。
ヘルシンキ中央図書館は2018年12月5日、フィンランドの独立記念日に合わせて開館しました。建築デザインは近代的で未来志向のデザインが施されています。曲線的な木製の外壁とガラスを多用した明るい空間が特徴で、外観はフィンランドの自然や文化を反映しています。併設されているカフェで休憩。自分でケーキを取って会計するスタイルなのですが、ケーキが取りづらくて少し苦戦。倒れちゃった。チョコレートケーキとレモンメレンゲパイ、それとカフェラテをいただきました。ヘルシンキは街の雰囲気がとてもいいですね。木やガラスを使った建築物はもちろん、街中に緑が多くバランスの取れた都会といった感じです。この美術館の建築もまた自然光がたっぷり入る設計になっていて素敵です。ヘルシンキ現代美術館はフィンランド国立美術館の一部を構成し、国内外の現代アート作品を中心に展示しています。特にフィンランド文化や社会に関連するテーマを扱った作品が多く、現代社会の問題や環境問題など社会的・政治的なテーマも取り扱っています。現代アートってちょっと難しいですよね。でもサイモン藤原さんのアートはどれも可愛らしくて見ていてウキウキしました。お、これはムーミンショップとムーミンですね。でもよく見ると可愛いだけではなく、現代社会を批判するような意図が取り込まれている奥の深い作品も多くありました。カンピレイハイドウはヘルシンキの中心にありながら、都会の喧騒を忘れさせてくれる特別な場所。特定の宗教に縛られない無宗教の空間で、一切の騒音を遮断する設計が施されています。誰もが自由に訪れ、宗教にかかわらず瞑想や心を落ち着かせることができる場所です。テンペリア浮世教会は岩の教会としても知られています。その名の通り、看板をくり抜いて建設された教会で、建築的な特徴と音響の良さから国内外の観光客や音楽愛好家に人気のある観光スポットです。教会の壁は天然の岩でできており、そのままの岩肌が内部の壁として使用されています。ランチはイタリアン。マークが伝統料理はもうお腹いっぱいだというのでパスタにしました。
マークの大好物はボロネーゼですが、なかったのでボロウブリアーコ。私はジェノベーゼ。パスタがもちもちしていて美味しかったです。別の日にはヘルシンキの市場も訪れました。ここはベトナム系のお店。サーモンのパンが一番美味しそうなお店で買うとマークが言うので、市場を一周してここが選ばれました。北欧や北ドイツではサーモンを食べる機会が多いですね。どちらのパンも具材の下にはコールスローのようなものが入っていました。デザートにメレンゲも買いました。これは米を使ったカレリアンピーラッカ。このようにエッグバターを塗って食べるのが伝統的なスタイルだそう。タンペレやホテルでも食べていたのですが、そのままやバターのみで食べていたせいか、実は少し物足りなく感じていました。エッグバターがあれば美味しそうですね。そして購入したメレンゲ。ほぼほぼ手のひらサイズ。1個だけだと思っていたら、間違えてマークさん2個も購入していました。まずは1階のショップではなく8階の美術館を訪れます。美術館の入り口でクーポンをゲット。いつも配布しているかはわからないですが、ショップにも行く予定の方は先に美術館に来てみてもいいかもしれませんね。8階の美術館ではイッタラとアラビアの製品の歴史を学ぶことができます。イッタラは1881年に創業したフィンランドのガラス製品ブランドで、シンプルで機能的なデザインが特徴です。一方、アラビアは1873年に設立された陶磁器ブランドで、美しく実用的なテーブルウェアが世界中で親しまれています。どちらも北欧デザインを代表するブランドで、フィンランド国内外で高い評価を受けています。歴代のイッタラとアラビアの製品をこんな風に見られるのはとても面白いですよね。それでは1階のショップへ。イッタラ村のアウトレットと比べるとお店の面積は少し狭い気もしますが、十分広くて品揃えが豊富です。イッタラ村から可愛いなぁとずっと思っていた新作のピンク。この日は絶対ピンクを買うと決めていました。すでにイッタラ村でたくさん商品を購入していたのですが、クーポンがもらえると知っていたら定価のものはこちらで購入したかったですね。皆さんは割引のチャンスを逃さないでくださいね。でもセールの1ヶ月後くらいにドイツのオンラインサイトではメンバー限定でほとんどの商品が 25% オフになっていたので、実は一番お得感があるのはそのタイミングかもしれないですね。でもヴィンテージならここの品揃えが多いですね。ヘルシンキのエスプラナーディ通りのお店にも行きましたが、小さなラクが一つあるだけでした。イッタラ村では1個だけヴィンテージのマグカップを見かけましたが、他には見かけませんでした。
種類ごとの値段もこちらに。お買い得だったので数が揃っているショットグラスを購入しました。購入した商品はすべて別の動画でまとめて紹介します。ムーミンアラビアも他の店舗同様品揃え豊富でした。最後の目的地はシベリウスモニュメント。シベリウスモニュメントはフィンランドの作曲家ジャン・シベリウスを称えて作られたモニュメントで、シベリウス公園内に位置しています。シベリウスはフィンランドの国民的作曲家として知られ、彼の代表作フィンランディアは特に有名です。モニュメントはシベリウスの音楽を視覚的に表現するために波打つようなパイプオルガンの形状をモチーフにしています。600本以上の中空のステンレス製パイプが集まり、オルガンの音が空気を通って響く様子を彷彿とさせます。当初、このモニュメントの抽象的なデザインは議論を呼びましたが、シベリウスの顔を模した彫刻を設置することでより具体的な表現が取り入れられ、最終的には受け入れられました。シベリウス公園は自然の中で音楽の精神に触れる特別な体験を提供してくれる場所ですね。ヘルシンキ市内に戻って少し休憩。せっかくなのでもう少し自然を感じられる場所へ車で移動してから市内へ戻ることにしました。都会の喧騒から離れて静かに過ごすのもいいですよね。心に響くムーミンの名言集。スナフキンの名言が私的には特に響きます。生きるって簡単じゃないですよね。さあ、戻って夜ご飯。久しぶりの寿司。アボカドが乗った寿司はどうも好きになれませんが、どれも美味しくて幸せでした。海外で寿司屋に行くと外国人の皆さんは寿司にアボカドやマヨネーズがかかったものを好んで食べているのですが、マークにとっても寿司にマヨネーズは考えられないんだそう。日本で美味しいマグロをたくさん食べたいです。食後のデザートもいただいてこの日は終了。次回もお楽しみに。さて、ヘルシンキの旅はここまで。次回はヘルシンキ番外編の旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。